ちは、まることぴーさんです。猫と暮らす家づくりのために実家をセルフリフォームしています。前回は壁を作ったので、今回は床を変えていきたいと思います。ではどうぞ。はい、ということで次は、床を張り替えていきたいと思います。で、今がこんなちょっと焦げ茶色の床なので、もうちょっと明るい色にしたいなということで、今回クッションフロアを貼っていこうと思ってます。床の部分にこのマスキングテープ、これを初めに貼って、その上にこの両面テープを貼るって感じ。マスキングテープはこの後に貼る両面テープより幅広なものを選ぶのがいいと思います。でも賃貸じゃないので、床に直接両面テープを貼ることもできたんですけど、汚れたりしてもし貼り替えるとなった時に両面テープだと剥がれない恐れがあるので、まずマスキングテープを貼って、その上に両面テープの順で貼ることにしました。こんな感じでぐるっと一周貼れました。次に50センチ幅ぐらいの間隔でマスキングテープを貼っていきます。マスキングテープの上から両面テープを貼っていきます。クッションフロア用の両面テープは基本的に薄手のタイプで、普通の両面テープよりも少し割高になってしまうんですけど、段差とかがなく綺麗に仕上がるらしいです。はい、下準備完了しました。6メーターか7メーターか。2、3ミリぐらい。通りのフロアマットは大きく分けて4種類ありまして、我が家は猫たちと一緒に暮らしているので、一番左の CFC と PNW というものを選びました。今回はトラバーチンプランクという種類を選びました。なんですけど、ちょっと今改めてホームページ見たら、ちょっとデザインが変わってるらしくて、プライムトラバーチンっていう模様になったみたいです。まずクッションフロアを仮置きしていきます。めっちゃ簡単に切れないこれ。すごいな。柱とかドアの凹凸部分は定規などで測ってカットします。カットができたら凹凸部分がしっかりはまるように壁に突きつけます。凹凸がない部分はジベラを使ってクッションフロアの余分な部分を立ち上げて押し付けながらカットしていきます。こんな感じで部屋の半分ぐらいですかね、とりあえずカットしてみました。で、ほんまはもう残り半分も引いてしまってから両面テープをつけていくのが普通らしいんですけど、で、先にこの前半のところだけでもう両面テープのところをもうやっていこうかなと思ってます。マットがしっかり密着するように端から慎重に貼り付けていきます。同じ要領で2枚目も敷いていきます。いい感じ。だいぶ変わるな。リビング部分ができたので、奥のキッチン側も同様に貼っていきます。この隙間につなぎ合わせたところを
これでコーティングしていきます。ということで、下に貼ったんですけど、やっぱちょっとこの辺ね、端の部分がちょっとこうまっすぐじゃないというかギザギザになってしまったりしてるので、この辺をですねもうちょっと綺麗にしていきたいなと思います。なんでまずこのですね埋めたいところをマスキングでまず周りを保護していきたいと思います。コーキングする部分を 2,3 ミリ開けてテープを貼っていきます。ジョイントコーク、これネットで見た。ネットの情報。ネットでなんかやってる人いたな。マスキングテープで少し開けた隙間にジョイントコークを塗っていきます。全体をコーキングしてからコーキング剤が乾く前に指で慣らしていきます。ということでこんな感じで他のところもぐるっと塗っていきたいと思います。はい。はい。流し終わったら乾くまで少し置いておきます。はい、ということでここのコーキングのところを乾かし終わったのでマスキングをですね剥がしていきたいと思います。はい、ゆっくりね。コーキング剤がマスキングテープと一緒に剥がれてしまわないように慎重に剥がしていきます。こんな感じでコーキングできました。まあいいんじゃない。許容範囲内でこの辺もですねぐるっと全部塗ったのがこんな感じです。コーキングしました。なんでこれで、床の作業は完了です。完了です。お疲れ様でした。バシバシバシ。はい、ということで今回はここまで。次は間仕切りを作っていきたいと思います。これから実家 DIY の過程を動画でどんどんアップしていこうと思っていますので、いいねやチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。ではご視聴いただきありがとうございました。